皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちら、Redmi スマートバンド2になります。さらに使いやすくするためにおすすめの設定をいくつかご紹介したいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず最初にこちらのバンド本体の設定で使いやすくするための設定をご紹介したいと思います。まず最初にですけども、設定を開きます。そうしましたら、ディスプレイを開きます。ディスプレイの明るさ調整はもうわかると思いますので、まずこんな感じでね、調整することができます。そしてオートロックですね。これ何なのってことなんですけども、点灯時間を変更することができます。今現在は私は5分に設定してありまして、おそらく最初の設定では5秒か10秒になっていると思いますので、こうやってついてから5秒間、10秒間でいいよということであればね、こちらの設定にしていただきます。でも、こうやって腕上げ点灯してついてから長い方であればね、こういった5分っていうのできますけども、ここあたりは必要な時間に調整していただければと思います。今現在は私はこうやってね、レビューするために5分間点灯しっぱなしの方がいいので、都合に合わせてこのようにね、5分にしてあります。次にご紹介しますのは、このディスプレイの一番下の部分ですね、カバートゥースリープとありますが、これは覆って画面を消すという設定になります。これはオンに今なっていますが、どうなるかって言いますと、はい。覆いますと画面が消えます。こういったね、設定になっているわけですね。必要な方はオンにされて、必要でない方はね、オフの方をお願いいたします。次にご紹介しますのはバッテリーの設定ですね。バッテリーセーバーというのがありまして、これをオンにしますと、かなり省電力なモードに変更することができます。ただし、時刻と歩数のみ記録しますよという風になって、それ以外の心拍数やストレス測定とか、睡眠モニタリングとかですね、その辺は全部眠らせてしまいますよっていうモードになりますので、ちょっとバッテリー充電する余裕がないよと、もしくは屋外でもうじきね、バッテリーが切れてしまいそうっていったね、そういった時にバッテリーセーバーっていうのはいいのかなと思います。必要最小限の情報だけにはなりますけども、バッテリー持ちを長くするっていう、そういった効果がありますね。必要であればここね、チェックの方をオンにしてください。次に DND とありますが、これ何なのっていうことなんですけども、これはスマートフォンでもね、もうご存知だと思いますが、邪魔しないでくださいねというモードになります。集中モードとか睡眠モードとかいろいろ言い方がありますけど、直訳すると邪魔しないでくださいねっていうモードになります。これですね、3つのモードに切り替えることができます。基本的には今オフになっていたと思いますが、私は現在ですね、今スケジュールになっていまして、夜の9時から朝の7時まで DND をオンにしてあります。その時間帯どうなるかというと、例えば通知が来なくなったり、いわゆる眠りの妨げになるような要因となるそういった機能をオフにすることができます。ですのでね、夜中に通知が来てうるさいよと、バイブで起きてしまうっていうこともありますので、そういったものも予防することができます。ですのでこれもね、必要な方はぜひね、スケジュール、もしくはオールデイとありますけどもね、ずーっとね、こういった同じようなモードにすることもできますけどもね、そうするとほとんどスマートバンドの意味もなかなか薄れてしまいますが、だいたいおすすめなのはスケジュールで何時から何時までは通知とかオフにしたいよっていうモードになりますので、ぜひこの辺も調整されてください。あとピンっていうのがあるんですけども、こちらはですね、バンドを外した時にピンコードを打ち込まないと画面操作を受け付けないということになります。必要な方はですね、6桁打ち込まないといけませんので、ちょっと小さな画面の中で打ち込むのは大変かもしれませんが、必要な場合はね、6桁暗証番号を作って設定の方をお願いいたします。もしね、設定しますとこういう画面になります。バンドを外しますと画面がロックされまして、こういったモードになります。6桁の暗証番号を打ち込まないとこれ以上進むことができません。今現在ですね、123456になっていますので打ち込んでみたいと思います。はい。これでね、解除されましたので、必要な方は設定をお願いいたします。では、こちらの本体で設定できることに関しては以上となります。では、後半は iPhone 上の Mi Fitness のアプリを使っておすすめの設定をお伝えしたいと思います。ではですね、アプリの方を使ってやっていきたいと思います。まずやっていきたいのはですね、アプリの通知になります。アプリの通知に関しましては、私の中国版になっていますので、表示されているものが見たことのないものが多いと思いますが、基本的にはまず電話の設定ですね。着信があった時に、こちらのバンドに着信がありましたよっていう通知がね、
リアルタイムに来る形になります。そしてメッセージですね。これは SMS とかですね、ショートメッセージサービスとかですね。そしてメール来た時に通知が来るっていう設定になります。ここにね、ちょっと日本版のものと項目がだいぶ違うのかもしれませんので、このあたりでちょっとご了承ください。必要なものはここをね、全部チェックの方を入れていただく形になります。この中国版になりますとね、その他っていうところに全部集約されてしまいますので、個別にアプリごとに切り替えるっていうのは、このタイプに関しましてはできませんでした。では次に心拍数の部分になります。心拍数のモニタリングに関しましては、連続モニタリングっていうところがあります。ここを見ますと、オフ30分、10分、1分自動になっているんですが、現在私は30分に1回の測定にしてあります。この理由はですね、バッテリー駆動時間に影響を及ぼしますので、なるべくですね、バッテリー持ちを良くしたいっていうところから30分に一度にしてあります。必要な方は10分に一度、1分に一度っていうのもありますけどね、めちゃめちゃバッテリー消費早くなると思いますけどね、必要な方はここをね、調整の方をお願いいたします。自動になりますと、運動している時はなるべく多めに測定してくれるという設定のようです。安静時には30分に一度ぐらいになるかもしれません。このあたりはね、ちょっと自動なので、どれぐらいの頻度かはちょっとわかりません。そして高い心拍数、低い心拍数とありますね。これは非活動時に心拍数が設定値を超えた状態が続いた場合に通知ということで、心拍数が上がりすぎて危険ですよっていう、そういったアラートになります。高い心拍数の時に通知が欲しいかという設定になっていますので、必要な心拍数に応じてね、設定の方をお願いいたします。アラートが必要ない方はオフでいいと思います。低い心拍数の時も設定をすることができますので、ぜひね、調整の方をされてみてください。では次に睡眠のところを見てみたいと思います。ここは高度なモニタリングとありますね。心拍数をモニタリングし、レム睡眠をトラッキングしますよと書いてあります。いわゆるレム睡眠、ノンレム睡眠とかですね。そういった部分をこちらのバンドで測定することができます。測定結果に関しましては実はですね、本日私のデータはこうなっています。こんな感じでね、記録することができます。これはこの高度なモニタリングに設定してあるので、データを取得することができました。で、ここにベータで呼吸スコアってあるんですが、これはね、夜間の呼吸をモニタリングとありますが、実はいびきに関するデータを取得するということになっています。ただ、別にスピーカーがついているわけではありませんので、どういった形で取得するのかはわかりませんが、もしね、やってみたいよってことであればね、ぜひオンにしておいてみてください。次にスタンディングとありますね。立ち上がることをリマインドとありますね。これは1時間に1回ほど立ち上がってくださいねっていう設定になっているんですけども、もっとね、運動した方がいいなと、1時間に1回立ち上がった方がいいなと思っていらっしゃる方は、ここをオンにしますと、バンドから立ち上がってくださいねっていう通知が来るようになります。あとは時間の設定もできますので、調整をされてください。次にね、ちょっと踏み込んだところになりますけども、システムのところにウィジェット、アプリを並べ替える、持ち上げてスリープ解除、スリープモードとありますけども、結構ここ重要になりますので、ここは外せないところになります。まずウィジェットになりますけども、これ何なのってことなんですが、今開きましたら、バンドディスプレイの次にワークアウト、睡眠、心拍数、血中酸素、音楽っていう風に並んでいます。この順番はすでにもう変更されている状態になっています。で、これがですね、実はこのホーム画面から右側にワークアウトが設定されています。で、さらに睡眠モニタリングですね。次に心拍数が来るはずです。はい、心拍数ですね。次に血中酸素になります。これはまだデータが手動になりますので、一回も取っていないのでデータはありません。で、最後に音楽が表示されるようになります。これは音楽再生コントロールになっています。そしてホームにまた戻ってくるわけですね。バンドディスプレイというところになります。逆に回すこともできます。いわゆるホーム画面を元にどういう風にスワイプした時のこういった機能をここに持ってくるかっていうことになりますので、必要なものをこちらの下からですね、プラスで追加する。もしくはいらない場合はマイナスでこちらのね、隠しアイテムっていう風に持ってくることによって好きなウィジェットを貼り付けることができます。個人的にはこういった感じで今私は調整しているんですが、例えばアラームをさらに追加したい場合はプラスをします。そうしますとね、一番最後のところに追加しましたので、やはりですね、ホームの次入りましたね。こんな風にして調整を進めることができます。また順番を変えたいよってことであれば、こういう風に長押しして離すということで保存すれば調整することができます。で、次にですね、アプリを並べ替えるっていうところがありますので、こちらをね、タップします。これ何なのっていうことなんですが、ホームボタンからこのようにスワイプして出てくる画面がアプリを並び替えるの部分になります。一番上に今セッティング、ワークアウト、タイマーって並んでいますが、この通りになっていますね。セッティング、ワークアウト、タイマー
となっています。これもやっぱりよく使うものをこちらに持ってきているわけです。個人的にはこのタイマーっていうの結構対応しますので、必ずすぐにアクセスできるところに持ってきています。はい。こんな感じでね、タイマーを起動させることができます。ですので、よく使う機能をなるべく上のところに持ってくるといいのかなと思います。最初の上から3つですね。この部分に持ってくるといいですね。では、ここでですね、ストップウォッチを上に持っていきたいと思います。こんな感じで上に持ってくるわけですね。一番上に持っていきたいと思います。で、ここを保存を押しますと、はい。ストップウォッチに切り替わりましたね。こんな風にしていろいろね、自分の使いやすいようにカスタマイズすることができます。次にですね、持ち上げてスリープ解除っていうのがありますが、こちらをタップしてみたいと思います。手首を持ち上げて画面のスリープを解除する時刻設定っていうのがありますね。この動作になります。いわゆるスマートウォッチでよくあるこういった動作になりますけども、これの機能を何時から何時の間まで機能しますかということになります。個人的には設定時間は朝の6時から夜の10時まで今設定してありまして、この時間帯であれば腕を持ち上げてスリープを解除ですね。画面がつくように設定してあります。これは必要な方はですね、ここの部分でもうずーっとね、このようにオンにしといてほしいっていう方であれば終日になりますね。全くね、このように腕上げ点灯で画面ついてほしくないよってことであれば、オフを押します。そうしますと、画面がつかなくなってしまいます。使う方のニーズに合わせてね、調整をお願いいたします。では次にスリープモードを見てみたいと思います。これはですね、就寝時刻と起床時刻を設定すると、就寝時にリマインダーが送信され、スリープモードになりますと。設定した起床時刻になると、スリープモードが自動的にオフになり、目覚ましアラームが鳴りますと。スリープモードがオンの時、DND はオン、持ち上げスリープ解除はオフとなりますということで、いわゆる寝てる間は静かにしといてくださいということになりますね。その設定時刻をこちらの方で調整することができます。夜の9時から6時45分の間までスリープモード設定に今してあります。この間であれば全くね、通知とか画面が不要に点灯するとかそういったものはなくなるってことになります。これを設定しておけばなかなか夜通知に関してうるさいなっていうことはなくなるんじゃないかなと思います。というわけでここまで Redmi Smart Band 2のおすすめの設定をご紹介しましたが、結構ねいろいろやることがあるなという感じがします。中でもねここのシステムの4つの部分は結構重要になってきますので、この辺は時刻のいろんな調整をするんですが、頭の中でね何時間何時までそれぞれの機能が動いているのかっていうのを覚えるのはなかなか大変だなと思いました。ですのでスリープモードが全て包含しているような感じになっているので、夜になったら例えば夜の9時になったらもう通知は一切来ない方がいいなとかいうことであればね、このスリープモードで全てやっておくといいのかなと思います。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひ今回チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。